はいどうも、いつきんです。本日は昨日実装されたフミル、こちらをですね、使っていきたいと思います。で、実装前からですね、性能とかを見て、かなり制限されているんじゃないかとか、あまり強くはなさそうっていう意見がいっぱいありまして、昨日ライブ配信でもね、ちょっと使ったんですけど、やっぱりどうしても、このスキル2のね、非属性と貴属性の条件とかがきつくて、なかなかうまく使えないっていう感じではあったんですけど、あの後もう少し使い込んでみて、いろいろと分かったこともあるので、そのあたりも踏まえて、見ていきたいと思います。で、性能的にはですね、やっぱ強いのは強いですね。この研究の成果の効果がバチクソに強くて、睡眠2ターンって本当に数が少ない英雄の一人なので、それを全体にね、付与できるっていうこともあって、かなりこれ決まれば、もう相手は何もできずにそのまま、倒されてしまうっていう状況を作れるので、いかにこの研究の成果を発動させるかっていうところが重要になってくると思います。なので、覚醒事件などがありましたが、正直人形解放で、性能見た時は、光とか闇も含まれるようになるんじゃないかみたいな思ってたんですけど、それやると多分めちゃくちゃぶっ壊れるんで、多分それはもともとなかったかなと思います。で、あるとしたら、この元素の知識、バトル開始時に1溜まった状態で始まるとか、一旦ちょっと猶予を短くするみたいな性能がもともとあったんじゃないかな。それぐらいだったらね、結構強くて使いやすいので、それぐらいの性能はもしかしたらあったかなっていう感じがしてます。ただ、現状のこの性能でもですね、使いようによっては全然いけそうな感じもしましたので、その辺もね、ちょっとバトルを見ながら解説をしていきたいと思います。で、装備なんですが、いろいろと試したんですが、最終的にはこんな感じですね。ちょっと細かいところ、防御力が低かったりとかっていうのはあるんですけど、だいたいスピードが250から270の間ぐらいであれば、今の闘技場とか RTA の環境っていうのはそこまで速い英雄が、来ない。中速あたりが少ないって感じですかね。めちゃくちゃ速いパーティーか、めちゃくちゃ遅いパーティーかの、2極に分かれているので、だいたい250、70ぐらいあれば、うまいこと機能してくれると思います。で、僕的に一番重要なのが効果命中で、ちょっと足りてないんですけど、250ぐらいまで上げれば、大体の英雄に入ります。天敵は多分デスティーナぐらいかな。ルルカとかにも250あれば大体入るんで、250、さらに安定を見るなら270とか、陣形解放すればね、いけると思うんで、そのあたりまで盛ることで、この睡眠2ターンぶち込んで、例えばデスティーナ以外のプリーストをほぼ無力化したりっていう風な使い方もできるので、そのあたりまで命中を持ってあげればいいかなと。そのためだったらスピード250とかまで落としても全然問題ないと思います。はい、そうしましたらまずバトルのね、1戦目見ていきたいと思います。最初の使い方はやはり想定通りクリームパーティーというところなんですが、反撃パーティーが今多いので、使うんであればナユルが一番いいかなと思います。で、ちょっと火力足りるのかっていうところなんですが、今回はですね、防御力ダウンを付与した後にストラゼスを決めようと思ったんですけど、ちょっとスピードがね、逆転してしまって、先にストラゼスが動いてしまったんですが、うまくいけば、ここで、先に、フミルが動いて防御力ダウン付与した上で、ストラゼスが全体攻撃を、入れるというような、感じを想定してましたが、ちょっとね、失敗しちゃいました。ただ、一応、この後ね、ストラゼスまた全体攻撃打てるので、それでも多分問題ないと思います。で、火力足りないかなと思われがちなんですけど、ここでフミルを決めれば、相手は2ターン動けないので、はい、こんな感じで、ダメージもね、与えながら、睡眠も入れると。で、ナユルがいると、封印をランディに付与できるので、睡眠がね、入るようになるので、そういったところでも相性はなかなかいいですね。で、防御力ダウン入ったところに、ストラゼス全体を打つという感じですね。ユピネがいても、2エなんですけど、ナユルの回転、封印間に合ったりとか、火力的にも全然足りるぐらいまでの火力は出たので、火力はシダーと全体攻撃役の2人で十分かなっていう感じはします。はい、もう一戦同じパーティーで、挑んでみましょう。
さあ、今回もちょっと上下、スピードが逆転してしまいましたが、まあ、これは問題ないですね。貴族性から始まっても、フミルのバフは溜まるので、でやっぱりですね、フミルのいいところはメイジっていうところですね。今までやっぱりメイジ役でダグエルを持たす、まあ、補助役っていうのがあんまり、まあ、いなかったので、まあ、メイジっていうだけで価値がある英雄だと思います。安全にスキルを封じて、ここで睡眠を入れると。今回はうまく防御力ダウンの上からストラゼスが決められます。で、これストラゼス今回使ってるんですけど、他にはですね、闇カリンとか、もう火力めっちゃ出ると思うんで、闇カリンとか使ってる人多いと思うんで、闇カリンでもいいと思います。はい、この通りですね。カリンだったらここでスキル1追加ターンで打てるんで、一気に倒せます。はい、続いては、まあ、相手にスピードがいる場合ですね。まあ、今回、ジオを使ってます。で、全体攻撃がいないんですけど、まあ、エリコスとかを使えば一応連携で火力を補えるので、まあ、こういう感じで、エリコス始めて、で、ここもね、根力使えるのがいいところですね。エリコスで、しっかりとデバフを入れて、でシダーでさらに根力を使えるという感じにすれば火力も補えるので、まあもうこの時点でね相手半壊してるんですけど、まあ残りの敵もしっかりと倒せると。で根力が40あるとこういう感じで綺麗にね根力回せるんで、このパーティーもなかなか良かったですね。で睡眠で相手の動きを止めたら、あとは面倒な敵から倒していくと。これも綺麗に回せましたね。はい、というわけでクリーブはさっきみたいな感じで、まあ大体エリコスとナユルあたりが出てくるかなと思います。で今回は違う使い方ですね。まあ、耐久寄りの編成でも使えるのかっていうところで、今回パーティー見てもらうと貴族性しか入っていないんですけど、フミルのスペック上ですね、貴族性だけでも一応2ターン目に元素の知識が3になるので、いきなりスキルを使うことはできないんですけど、次フミルのターンが回ってきた時に相手に睡眠を入れれるという使い方もできます。RTA なんかだと2属性揃えるのが難しいと思うので、こういう使い方の方が多くなるかなと思うので、意外にですね火力も出て安定して戦えてたので、個人的には悪くないかなと思ってます。これ結構パーティー的にも RTA 意識した、まあ、パーティーで、僕はよくアロエルとかをリリアス使うので、まあ RTA を想定した感じでやってるんですけど、まあ、リリアスがいれば火力もかなり出ますし、でこの後ですね、ここでフミル元素の知識が3になっているので、スキルが発動しますと。で防御力ダウンを付与できると。で防御力ダウン付与すればランディ睡眠は入らないんですけど、まあ、リリアスがねいるので火力は問題なく出せますので、まあ、そこまで苦労はしないと。はい、ワンパンできるぐらいまでね、リリアスがいれば火力は盛れるので、で相手はもう睡眠で動けないので、あとはリリアスで一発ずつ殴っていくという感じの動きもできます。私の手を汚したことを光栄に思うんだな。はい、続いては耐久ではないんですけど、ちょっと変わったパーティー。今回は非属性だけですね。まあ、ウィンターって最近出番があんまりないと思うんですけど、まあ、ウィンターとか結構スピードが速い人が多いと思うので使いやすいと思います。で両方ともね、フミルもウィンターも固定ダメージなので、まあ、当たりさえすれば結構火力がないように見えて、意外にね火力を出せます。
はい、こんな感じで固定ダメージね、今元素の知識2だったんですけど、それでも半分ぐらい削れたので割とありかなという。スキル3がね思ったより強かったんでびっくりしたんですけど、ただ問題があるとすれば、フミルのスキル3のターンが結構回転が遅いんで、なんかスキル2の追加スキルが発動したらスキルターンが減少するとか、そういった効果があればもっと評価が変わったかなと思うんですけど、悪くはないんだけど何もできないターンが結構多かったんで、そこがちょっとこの英雄の気になるところですね。で、前評判であまり良くなかった元素の知識が溜まりにくいっていう点に関しては、僕はこう今もねやってる通り一属性でも割と綺麗に回せてるので、あんまり気にならないかなっていう感じがします。はい、固定ダメージで倒して、でここで元素の知識が3で、厄介なカリナに対しても防御力ダウンを付与することでダメージを落とすことができると。いや、2ターンは本当に強いんで、これでさらにバランス調整後に睡眠の効果がね変わるので、それでよりちょっと変わってくるかなっていう気もしてます。はい、ここまで綺麗にね回ったんですけど、ここからがねちょっとフミルのスキルがもうしばらく使えないので、ここがちょっとまあ弱いと言われても仕方がないかなっていう点だと思います。はい、続いてもちょっと耐久寄りなんですが、まあ、非属性といえば、まあ、誰でも持ってるラス君がねいますので、ラストを使うっていうのも悪くないと思います。で、今回は木と火が、揃ってるんですけど、スピードとかは全く考慮してないので、まあ、これも、2ターン目にフミルが追加スキルを使うっていう感じになってます。結構ラスもですね連携が使えるので、このフミルが古書を持ってる、ダグエルを持ってることでスキル2の連携が、まあ、2ターンね連続で使えたりもするんで、そういった意味でも割と相性いいかなと思いました。根力を使って連携を出すと。で、パーティーの編成上火力役がまあ1人になると思うんですけど、そこをリリアスとかにしておけば、まあ、回復もできるし火力も出せるしっていう意味でかなりいい感じの組み合わせだと思います。はい、これで元素の知識が溜まったので、こっからもう防御力ダウン入ったら無双状態と。はい、固定ダメージで倒して、そのままライダークラも倒すと。いや、結構相手にねエンジェリカがいて初手スキルが全く使えなかったにもかかわらず、割と有利な戦いができているのかなと思います。で、根力はたんまりあるのでさらに連携で倒していくと。ラスもねかなり相性いいですね。シールドも貼れるんでワンチャンリリアスが倒されるっていうこともありません。はい、というわけでフミルの戦闘を見ていただきましたが、いかがだったでしょうか。前半はクリーブパーティーで使いましたが、やっぱりエリコスとかナユルが一番相性が良さそうですね。まあ早いんで上を取られることも少ないので、まあ、そのあたりで上を取ってクリーブを使っていくという感じがいいと思います。で、相手がめちゃくちゃ遅いとかだったら他にもいろいろ選択肢は出てくるんですけど、例えばラグエルをさらに使うためにカーベリックとかミリムとかこの辺りも全然いいと思いますし、ただ貴族性はあんまりいないですかね。ザハークか、まあ、今日使ったシダかなっていう感じですね。リリアスがめちゃくちゃ速い人だったら使えると思うんですけど、
まあ、250付近だとどうしてもスピードがね遅くなってしまうので、ちょっと使いづらいですので、こっちで使うんだったら一属性で使うやり方で使った方がいいと思います。で、残りの1人に火力がどうしてもね低くなるっていうんであれば、全体攻撃のストラゼスとか、あとは闇カリンですね。闇カリンだったりとか、まあ、あとはどうしてもいないっていうんだったら闇ビルとかでもね、こいつも一応全体攻撃根力使えば火力は出るので、アレバス闇ビルとかで一掃しても、いいと思いますし、月影がいない人だったら、ビルドレッドとか、木のビルドレッドとか、あとはうまく決まるかはちょっと不安ですけど、エダとかね、使えば一応フミルのこの追加スキルが非攻撃なので、上がってきて、全体攻撃を、打てる可能性も全然あります。で、根力もね持てるんで、ダグエルをめちゃくちゃ積んで全部根力で攻撃するみたいなことも、できるんじゃないかなと思います。そして後半で使った一属性での運用ですね。こっちの方が僕の性格と合っているので、いいかなと思います。で、このスキルがね、ややこしいんですけど、元素の知識は自分のものに関しては毎ターン溜まるので、火と木を両方用意しなくても、一応2ターン目に自分のターンが開始時に元素の知識が3になるので、2ターン目まで回ってくれば研究の成果を発動することができるということで、まあこっちの方がね、結構相手タイミング読めないんで、きついパターンもあるかなと思います。で、スキル3の固定ダメージが結構強かったですね。さっき動画でもあった通り、カリナに半分ぐらいダメージ与えたりとか、まあ、元素の知識が2の状態で発動することが、多くなると思うんですけど、まあ、6000ダメージ与えるので、まあ、6000与えれば、まあまあ、削りとしては悪くないかなっていう感じがするので、まあ、これも結構バカにならないんですけど、動画内で言った通り、ちょっとスキルターンが長く感じるので、研究の成果発動したらスキル3のターンが1減少するとかがあったら、もっと使いやすかったんで、ちょっと今のままだとこのスキル1のね、攻撃力ダウンだけだと若干なんか物足りない感は確かにあるなって思ったので、まあ、最初に性能を見た時のいや弱いだろうからはかなり変わってですね、意外に使えるじゃんっては思ったんですが、やっぱりこのスキルターンだけがちょっと気になるかなというところがあります。はい、というわけでね、まあ、フミルに関してはいろいろ意見があると思いますので、まあ、そちらの方あればね、コメントに、書いていただければなと思います。個人的な評価は、まあ、中ぐらいかな。まあ、真ん中ぐらいの。まあ、使えないこともないし、まあ、睡眠のバフもあるので、それを考えたら、まあ、めちゃくちゃ弱いっていうこともないかなっていう気がします。はい、というわけで今回フミルの紹介でした。ご視聴ありがとうございました。